レッスン1、早めに退社する。ねえ、あなたが今日早くオフィスを出たのに気づきました。理由を聞いていい？ああ、今日の午後、医者の予約があったんだ。ただの定期検診だった。なるほど。大丈夫なの？深刻なことじゃなかったらいいんだけど。心配しないで、ジョン。すべてが正常であることを確認するための定期的な検査でした。深刻なことは何もない。それを聞いてほっとしたよ。私たちの健康を大ごとにすることは大切だ。前もってアポを取る必要があったんですか？はい、数週間前に予約しました。特に医師の診察の場合は、事前に計画を立てておくことをお勧めします。そうです。事前の計画が不可欠です。早退することを上司に伝えたの？はい、午前中に上司と話して、私の予定について知らせました。そのようなことをチームに伝えることは重要です。コミュニケーションは確かに重要です。彼らに知らせてくれて嬉しいです。出発前にすべての仕事を終えましたか？はい、保留中のタスクを必ず完了し、進行中のプロジェクトについて同僚に伝えました。早く出発する前に物事をまとめることが重要です。それはあなたの責任よ、アンナ。後で逃した時間を埋め合わせる必要があったの？いいえ、上司は状況を理解していたので、逃した時間を埋め合わせる必要はありませんでした。協力的な職場環境があることは常に良いことです。それは嬉しいですね。同僚や上司を理解してもらうことは重要です。それがあってよかったです。絶対に、ジョン。それは大きな違いを生む。早退について、他に聞きたいことはありますか？いいえ、これでカバーできます。共有してくれてありがとう、アンナ。検診がうまくいったといいな。ありがとう、ジョン。いつもの訪問で、すべてが順調に進みました。心配してくれて感謝します。どういたしまして、アンナ。気をつけて。質問がある場合や助けが必要な場合は、遠慮なく連絡してください。そうするよ、ジョン。改めて、ご支援ありがとうございます。これからもチーム一丸となって仕事をしていきましょう。間違いない、アナ。私たちは素晴らしいチームです。これからも良い仕事を続けましょレッスン2、ロッククライミングアドベンチャー。初めてロッククライミングに挑戦できて本当にワクワクしています。それは素晴らしい冒険のようですね。何か調べたことはありますか？はい、様々なクライミングテクニックと安全上の注意事項について読んでいます。始める前に基本を学ぶことが重要です。授業を受けることを考えたことはありますか？絶対に、来週、初心者向けのロッククライミングコースに申し込みました。それは賢いやり方だ。正しいテクニックや装備の使い方を教えてくれます。高所がちょっと緊張します。その恐怖を克服するためのコツは？屋内のクライミングウォールから始めましょう。自信をつけて高所になれるのに最適な方法です。絶対にやってみます。
ロッククライミングにはどんなギアが必要ですか？グリップ力を高めるには、ハーネス、クライミングシューズ、ヘルメット、チョークバッグが必要です。ギアは自分で購入すべきですか？それともクライミングジムでレンタルできますか？最初はギアを借りるのが一番です。献身的だと確信できたら、自分の機器に投資できます。知っておくと良い。安全は重要です。一般的な安全対策にはどのようなものがありますか？常に結び目を再確認し、クライミングパートナーとコミュニケーションをとり、周囲に注意しましょう。落ちるのはどうやって身を守ればいいの？落下はクライミングの一部です。ロープをコントロールして転倒をキャッチしてくれるビレイヤーがいるのはそのためです。なるほど。私を安全に保ってくれる人がいると知って心強い。ビレイヤーを信頼することは非常に重要です。それはコミュニケーションとサポートの上に成り立つパートナーシップです。ロッククライミングの前には、どんな身体準備をすればいいの？柔軟性と持久力を向上させるだけでなく、上半身と体幹の筋力を高めることに集中してください。これらのエクササイズをワークアウトルーチンに取り入れ始めます。具体的に何かアドバイスはありますか？腕立て伏せ、プルアップ、プランク、ヨガはすべてロッククライミングに役立ちます。素晴らしい。すぐにそのエクササイズの練習を始めます。怪我を防ぐために、各クライミングセッションの前にウォームアップし、その後ストレッチすることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。クライミングのスリルを体験するのが待ちきれません。心身ともに試される爽快なスポーツです。挑戦する準備はできている。アンナ、アドバイスありがとどういたしまして。ジョン旅を楽しんで、一度に一つずつ登るのを忘れないで。そうするよ。アンナ、ご支援とご指導に感謝しています。ロッククライミングの冒険で素晴らしい時間を過ごしてください。安全を確保して楽しんでください。ありがとう、アナ。後で必ず私の経験をあなたと共有します。レッスン3、ホテルのプールを楽しむ。このホテルで泳いだことはありますか？プールはすごい。はい、昨日泳ぎに行きました。本当に贅沢な体験です。水温はどうですか？寒すぎますか？それともちょうどいいですか？水温は完璧です。寒すぎず、暖かすぎません。ただリフレッシュするだけ。それは魅力的に聞こえます。プールエリアは混んでいますか？それとも普段は静かですか？ほとんどの場合、驚くほど静かです。プールエリアを利用するゲストは多くないと思います。それは嬉しい驚きです。私はあまり騒がしくなく、穏やかに泳ぐのが好きだ。私も。長い一日の後にリラックスしてくつろぐのに最適な場所です。ラウンジチェアやパラソルなど、プールサイドのアメニティはありますか？はい、快適なラウンジチェアと日陰用のパラソルがあります。とてもリラックスできます。私はその音が好きです。
従うべき制限やガイドラインはありますか？ダイビング禁止やプールの近くでの食事禁止など、いくつかのルールがあります。しかし、全体的にはかなり簡単です。もちろん安全第一です。注意すべき特定のプール時間はありますか？プールは通常午前8時から午後10時まで営業しています。営業時間を知っておくと良いでしょう。情報ありがとう、アンナ。それに合わせて水泳の計画を立てておくよ。どういたしまして、ジョンきっと楽しんでいただけると思います。プール仲間が必要なら教えて。それは素晴らしいことです。友達と一緒に泳ぐのはいつももっと楽しいです。絶対知らせますよ。パーフェクト、楽しみにしています。滞在中、この豪華なプールを最大限に活用しましょう。絶対に、アンナ。素晴らしいアメニティだし最大限に活用すべきだ。同意しました、ジョン。飛び込んで、水しぶきを浴びて楽しい時間を過ごしましょう。計画みたいだな。アンナ。水しぶきを上げてプールでの時間を楽しもう。レッスン4、オフィスに戻った後のチームミーティング。オフィスに戻ったら、チームミーティングを行うことが重要だと思います。アンナ、どう思う？同意するよ。ジョン。チームミーティングは、最新情報を把握し、目標を一致させ、最新情報について話し合うのに最適な方法です。まさに、共通の認識を持ち、全員が最新の動向を把握していることを確認することが不可欠です。また、この機会を利用して、個々の進捗状況や直面する可能性のある課題を共有すべきだと思います。それはいい点だ、アナ。私たちがお互いに助け合える、オープンで協力的な環境を作ることが重要です。絶対に。チームミーティングは、共同作業や解決策の発見に最適なプラットフォームです。必要なトピックをすべて網羅できるよう、会議の議題を設定すべきでしょうか？はい、明確な議題を用意することで、集中力を維持し、会議の生産性を高めることができます。事前に送ることができます。素晴らしいアイデアです。これにより、全員に効果的に準備を整え、議論に参加する機会が与えられます。また、チームメンバーからの質問や懸念に時間を割くことも重要だと思います。間違いなく、オープンなコミュニケーションを奨励し、会議中に全員の声が確実に届くようにする必要があります。同意するよ。ジョン。ポジティブでインクルーシブなチーム文化を育むには欠かせません。議題が確定したら、会議をスケジュールし、チームに日時を通知できます。計画みたいだね。ジョン。全員が空いている適切な時間帯を選ぶようにしましょう。絶対に、アンナ。私たちはチームからの最大限の参加と関与を求めています。また、会議に向けて準備が必要な特定のプレゼンテーションや資料も検討すべきでしょうか。はい。視覚的な支援を必要とする報告や更新がある場合は、事前にチームに通知する必要があります。いい点だ。ジョン。ビジュアルは情報をより効果的に伝え、理解を深めるのに役立ちます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。アンナ。このチームミーティングを成功させるために一緒に働きましょう。
間違いない、ジョン。適切な計画とコラボレーションがあれば、貴重で生産的なセッションになると確信しています。アンナ、ご意見ありがとうございます。議題に取り掛かり、重要なトピックをすべて網羅していることを確認しましょどういたしまして、ジョン会議とチームの進歩を楽しみにしています。それを実現させよう。絶対に、アンナ、一緒に、私たちは素晴らしいことを成し遂げましょレッスン後、旅行書類。渡航書類は全部持ってきましたか？はい、パスポートとチケットはここにあります。素晴らしい。目的地にビザが必要かどうかを忘れずに確認してください。もう確認しました。この旅行にはビザは必要ありません。それは安心です。時間と手間を省いてくれます。絶対に。必要な書類をすべて整えておくことは重要です。身分証明書も持ってきましたか？はい、念のため ID カードも持っています。いい考えだ。予備の身分証明書を用意しておくのは良いことです。まさに、いつ必要になるかわかりません。旅行保険はどう？購入しましたか？はい、予期せぬ事態に備えて旅行保険に加入しました。それは賢い。旅行中も安心できます。重要な書類はすべて旅行用財布に整理しておきました。それは素晴らしいです。すべてのものを安全に保ち、簡単にアクセスできるようにするのに役立ちます。念のため、重要な書類の写真もすべて撮りました。素晴らしいアイデアです。デジタルコピーがあると非常に便利です。不測の事態に備えておくことは常に良いことです。絶対に、出発前に全部整理しておいた方がいいよ。確かに、整理されていると旅がスムーズになります。すべての旅行書類が揃ったので、素晴らしい旅行の準備が整いました。はい、旅を楽しんで忘れられない思い出を作りましょう。さあ、これからの素晴らしい冒険へ。レッスン6、ビジネス協力。私たちの事業協力を良いスタートにしましょもちろん、好調なスタートは成功の基盤となります。う。まず、目標と期待について話し合う必要があります。同意した。最初から同じ考えを持つことが重要です。このコラボレーションで念頭に置いている主な目標は何ですか？市場シェアの拡大と顧客基盤の拡大は重要だと思います。これらは素晴らしい目標です。また、顧客満足に焦点を当てることも大切だと考えています。顧客満足はロイヤルティと長期的な成功につながります。まさに、私たちはクライアントとの強固な関係を築くことを優先すべきです。同感です。
優れたサービスを提供することで、競合他社との差別化を図ることができます。また、チーム内に効果的なコミュニケーションチャンネルを確立する必要があります。はい、円滑な運営には明確でオープンなコミュニケーションが不可欠です。進捗状況を追跡するために、具体的な目標とマイルストーンを設定してみてはいかがですか？それはいい考えだ。これにより、説明責任とモチベーションが保たれます。また、リソースを賢く配分し、コストを効果的に管理する必要があります。もちろん、効率を最大化し、無駄を最小限に抑えることは非常に重要です。コラボレーションの指針となる詳細なアクションプランを作成しましょはい、明確に定義された計画は、私たちが集中し、整理された状態を保つのう。に定期役立ちます。的に業績を見直し、調整を行うことも重要です。ビジネスの世界で優位に立つには、継続的な改善が鍵となります。私たちが共有するビジョンと献身があれば、私たちは成功すると確信しています。私もそう思います。力を合わせれば、素晴らしいことを成し遂げることができます。豊かで実りあるビジネスパートナーシップへ。教訓7、生産能力の増加。生産能力の増強を計画すべきだと思います。それは素晴らしいアイデアです。それは私たちが増大する需要を満たすのに役立つだろう。現在のキャパシティを分析し、改善すべき分野を特定する必要があります。同意した。ボトルネックを評価し、最適化する方法を見つける必要があります。一つの選択肢は、新しい機械や技術への投資です。それは確かに効率と生産性を向上させることができます。また、熟練労働者の追加雇用も検討すべきです。はい。人員を増やすことで、より多くの生産量に対応できるようになります。費用便益分析を行って、さまざまなオプションを評価してみましょそれは賢明なアプローチです。プラスの投資収益率を確保する必要があります。う。また、サプライチェーンを見直し、プロセスを合理化する必要があります。もちろん、最適化されたサプライチェーンはリードタイムを短縮できます。サプライヤーとコミュニケーションをとり、有利な条件を交渉することが重要です。はい、サプライヤーとの強力なパートナーシップを構築することが成功の鍵です。生産能力の増強については明確な目標を設定する必要があります。確かに、測定可能な目標を持つことで、私たちは集中力を維持できます。定期的な監視とパフォーマンスの追跡は、順調に進むのに役立ちます。競争の激しい市場では、継続的な改善が不可欠です。また、リーン・マニュファクチャリングの原則の導入も検討すべきです。これにより、無駄をなくし、全体的な効率を向上させることができます。私たちのチームを巻き込んで、彼らの意見やアイデアを集めましょう。コラボレーションと従業員の関与は成功に不可欠です。綿密に実行された計画があれば、市場の需要に効果的に応えることができます。私たちは順応して成長する能力を信じています。私たちはそれを実現させます。生産能力の増強を成功させるために。レッスン8、販売レポートのプレゼンテーション。アンナ、
売上レポートを見せてほしい。もちろん、売上レポートを提示させていただきます。キー数値とトレンドを必ず含めてください。当社の販売実績の包括的な概要を説明します。大きな変化や成長を強調していただければ幸いです。売上高の顕著な進展があれば強調しておきます。データを明確かつ整理された方法で提示してください。理解を深めるために、視覚的なチャートやグラフを作成します。データ収集に使用された方法を説明することが重要です。データ収集プロセスについての洞察を提供します。地域別及び製品カテゴリー別の売上も分析してください。売上データを分析して詳細な分析を行います。現在の売上高を前期と比較することは有益です。比較を含めて、コンテキストを提供し、傾向を特定します。私たちが直面した課題や障害を忘れずに伝えてください。報告期間中に遭遇した問題についてお話しします。将来の売上成長のための戦略を提案できれば助かります。販売実績を向上させるための推奨事項を提供します。発表後は、質疑応答やディスカッションの時間を確保してください。お問い合わせには十分な時間を割いて質疑応答を行います。説得力のあるプレゼンテーションを行うあなたの能力には自信があります。機会をいただき、ありがとうございます。興味をそそる報告ができるよう、最善を尽くします。この仕事に対するあなたの献身と献身に感謝します。ありがとう、ジョン。売上レポートをお届けできることにワクワクしています。あなたのプレゼンテーションを聞くのを楽しみにしています。頑張って、アンナ。レッスン9、倉庫への段ボール配送。アンナ、すべてのカートンは倉庫に届けられましたか？はい、ジョン。すべてのカートンが正常に配送されました。それは素晴らしいニュースです。注文通りにすべて届きましたか？はい、配送は完了し、注文と一致しました。素晴らしい。これで在庫管理を進めることができます。もちろん、在庫を正確に追跡する必要があります。カートンには識別しやすいように適切なラベルが貼られていますか？はい、各カートンには関連情報が記載されています。これにより、倉庫チームがそれらを処理しやすくなります。同意した。適切なラベル付けを行うと、仕分けプロセスが合理化されます。納品されたカートンの品質チェックは実施しましたか？はい、カートンが当社の基準を満たしていることを確認しました。製品の品質を維持することは非常に重要です。もちろん、品質管理は顧客満足にとって不可欠です。新しい在庫を反映するように在庫記録を更新しましたか？はい、それに応じて在庫記録が更新されました。それは聞いてよかった。
正確な在庫レベルを維持するのに役立ちます。また、倉庫に新しい在庫用のスペースを割り当てました。素晴らしい。整理されたストレージにより、効率的な運用が容易になります。適切な配置のために倉庫チームと調整しました。倉庫スペースを最大限に活用することが重要です。もちろん、スペースを最大化することは生産性の向上に役立ちます。配送が完了したので、お客様の注文を処理できます。はい、注文処理と発送を進めることができます。倉庫の在庫を注意深く監視しましょう。同意した。定期的にチェックすることで、欠品や過剰在庫を防ぐことができます。アンナ、カートンの配送プロセスを監督してくれてありがとう。どういたしまして、ジョンすべてが順調に進んでよかったです。細部へのこだわりは大歓迎です。ありがとう、ジョン。私は常に卓越性を目指して努力しています。効率的な倉庫運営により、お客様のご要望にお依頼できます。絶対に、ジョン。迅速なサービスを提供するための設備が整っています。今後も協力して、優れた成果を上げていきましょう。ジョン、私たちの継続的な成功に貢献できることを嬉しく思います。ありがとう、アナ。あなたの献身は私たちのチームにとってかけがえのないものです。レッスン10、スーパーマーケットでのショッピング。アンナ、スーパーで牛乳、卵、鶏肉を買いました。素晴らしい、ジョン。私たちのレシピにはそれらのアイテムが必要でした。スーパーマーケットには生鮮品が豊富に揃っていました。必要なものをすべて一箇所で見つけると便利です。一番お得になるように価格を比較しました。それが賢い買い物です。それは私たちがお金を節約するのに役立ちます。ミルクは特別価格だったので、おまけに買いました。いい考えだ。後で買いだめして保存できます。卵の有効期限を必ず確認しました。美味しい食事には新鮮な卵が欠かせません。鶏肉が売っていたので、鶏肉を丸ごと買いました。さまざまな料理に使える万能な材料です。スーパーマーケットには、お客様を支援する親切なスタッフがいました。必要な時に援助を受けるのはいいことです。ポイントカードを使ってポイントも貯めました。ロイヤルティプログラムは追加の特典に最適です。スーパーマーケットはすっきりと整理されたレイアウトでした。快適なショッピング環境が違いを生みます。多国籍料理がたくさんあるのに気づきました。それはワクワクする。新しい味や料理を探求できます。料理を引き立てるために、スパイスとソースをいくつか用意しました。スパイスは私たちの料理に素晴らしい風味を加えます。レジで支払いをして、領収書を受け取りました。経費を把握しておくことは重要です。
レジ係はフレンドリーで有能でした。優れたカスタマーサービスは経験を楽しいものにします。食料品を家に持ち帰り、きちんと保管しました。適切な保管により、食品の鮮度が長く保たれます。キッチン用品に貢献できてよかったです。ありがとう、ジョン。あなたの努力は大歓迎です。買った食材を使って食事の計画を立てましょう。絶対、美味しい料理を作れるのを楽しみにしています。スーパーでの買い物は成功しました。確かにそうだった。品揃えが豊富で、調理の準備ができています。ショッピングの冒険を楽しんでるよ、アンナ。私も、ジョン。いつも楽しい経験です。これからも新しい材料やレシピを探っていきましょう。ジョン、あなたと一緒に新しい料理を試すことにワクワクしています。アンナ、この買い物旅行に参加してくれてありがとレッスン11、旅行のためのアクティビティの計画。う。カレンダーに記しておきます。そこにいる間にどんな活動ができるの？ハイキングに出かけたり、美しい自然遊歩道を探索したりできます。それは冒険的に聞こえます。自然に囲まれているとワクワクするよ。地元の美術館やアートギャラリーを訪れることもできます。それは素晴らしいアイデアです。現地の文化を体験しよ郷土料理を試すことを忘れないようにしましょう。う。絶対に。私たちはその地域の珍味にふけるべきだ。ボートツアーに参加して海岸線を探索することもできます。それは海の景色を楽しむ素晴らしい方法でしょ訪問中にお祭りやイベントが開催されているかどうかを確認しましょう。う。地元のお祭りに参加することは思い出に残る経験になるでしょまた、近くの歴史的建造物への日帰り旅行を計画することもできます。う。史跡を探索すると、過去を垣間見ることができます。ビーチで日光浴をしながら一日過ごしてみてはいかがですか？ビーチでリラックスするのは、リラックスするのに最適な方法のようです。自転車をレンタルして二輪で街を探索できます。それは楽しくて環境に優しい移動方法です。また、買い物や地元の市場を探索する時間も確保しましょう。お土産の買い物や地元の市場体験は必見です。ジップラインやカヤックなどのアドベンチャーアクティビティを試してみてはいかがですか？それは私たちの旅にアドレナリン全開をもたらすでしょう。私を仲間に入れてください。思い出を残すために、たくさんの写真を撮ることを忘れないでください。絶対に。写真は後で思い出すのに最適な方法です。また、リラックスと自発性のために自由な時間をとっておく必要があります。それは重要です。ぎっしり詰まったスケジュールに圧倒されたくありません。必要な予約については、事前に調査して計画を立てておきましょう。良い点です。前もって計画を立てておくことで、失望を避けることができます。
旅行で予定しているアクティビティにワクワクしています。私も、アナ、忘れられない冒険になるよ。旅の道連れになってくれて感謝しているよ、ジョン。同様に、アンナ、一緒に素晴らしい思い出を作りましょう。ジョン、計画へのご意見と熱意に感謝します。ありがとう、アナ。あなたのアイデアは私たちの旅をさらにエキサイティングにしてくれました。ジョン、あなたと一緒にこの旅に出るのが待ちきれません。カウントダウンが始まります。素晴らしい旅になるよ、アンナ。レッスン12、中古品店を探検する。それは素晴らしいアイデアです。一緒に新しい中古店を発見できます。古着屋でユニークな宝物を見つけるスリルが大好きです。宝探しに行くようなものです。何が見つかるかわからない。まさに。そして、これは持続可能な買い物方法であり、廃棄物を減らす方法でもあります。まず、私たちの地域で最高の中古店を調べてみましょレビューを読んだり、友達に推薦を求めたりすることができます。う。リストができたら、訪問する日を計画できます。様々な地区や隠れた名所を探索するのは楽しいでしょう。また、古着やアクセサリーを扱っているお店がないか確認することもできます。ヴィンテージのアイテムは、ワードローブにノスタルジアとスタイルを添えます。ユニークなホームでコレーションアイテムにも目を光らせておく必要があります。他に類を見ないものでスペースを飾るのが大好きです。また、リサイクルショップを経営する地元の慈善団体を支援する絶好の機会でもあります。絶対に。私たちの購入は地域社会にプラスの影響を与える可能性があります。見つけたものを運ぶには、再利用可能なバッグを持参する必要があります。いいアイディアだ。買い物旅行中は環境に配慮しましょう。各ショップの予算を設定して、予算の範囲内で収めることができます。そうすれば、お金をかけすぎることなく体験を楽しむことができます。購入する前にアイテムを試着することを忘れないでください。服がきちんとフィットし、良好な状態であることを確認することが重要です。また、購入前に欠陥や損傷がないか確認する必要があります。そうすれば、家に帰っても驚きはありません。探している特定のアイテムのリストを作成しましょこれにより、店舗訪問中に集中して整理された状態を保つことができます。う。気に入ったものが見つかっても合わない場合は、変更を検討できます。それは素晴らしいアイデアです。ユニークな発見の可能性が広がります。友達を連れて行って、楽しいグループアクティビティにすることができます。友達と買い物をすると、笑いが増し、様々な視点が生まれます。そして、エキサイティングな発見やスワップの推奨事項を共有できます。ファッション愛好家の小さなコミュニティを持っているようなものです。オープンマインドで、様々なスタイルを探求しましょ新しいスタイルを試すことは、自分自身を表現する楽しい方法です。
また、我慢して、時間をかけてラックをブラウズする必要があります。最良の発見には、しばしば少し掘り下げる必要があります。古着屋での冒険を楽しみにしています。アンナ。私も、ジョン思い出に残る、おしゃれな旅になるよ。アンナ、このアイデアを提案してくれてありがとう。始めるのが待ちきれません。レッスン13、駐車場のセキュリティの確保。駐車場に防犯カメラがあるのに気づきました。それは心強いですね。これにより、車両の安全性がさらに高まります。スタッフが駐車場を監視しているのは良いことです。はい、警戒心の強いスタッフがいることで、すべての人に安全な環境が確保されます。防犯カメラの存在は、潜在的な犯罪者を抑止することができます。絶対に。それらは抑止力として機能し、必要に応じて貴重な証拠を提供します。カメラの視野内の明るい場所に車両を駐車することが重要です。明るい場所では、泥棒が私たちの車を狙う魅力が薄れます。また、車両をロックし、貴重品を車内に残さないようにしてください。車をロックし、貴重品を見えないようにすることで、侵入を防ぐことができます。駐車場に出入りするときは、周囲に注意することをお勧めします。はい、不審な活動や個人には常に注意する必要があります。何か異常なことに気づいた場合は、すぐにスタッフに報告する必要があります。不審な行動を報告すると、安全な駐車環境を維持するのに役立ちます。駐車場の規則やガイドラインに従うことが重要です。ルールに従うことで、スムーズで整理された駐車体験が保証されます。また、他のドライバーに配慮し、指定されたスペース内に駐車する必要があります。思いやりを持って適切に駐車することで、不必要な衝突を避けることができます。駐車場に関して問題や懸念が生じた場合は、スタッフに連絡して支援を求めることができます。スタッフがお手伝いし、駐車場関連の問題に対処してくれます。車両のセキュリティを確保するための対策が講じられていることを知って安心しています。はい、安心して活動を進めることができます。友人や家族に駐車場のセキュリティについての意識を広めましょう。情報を共有することで、誰もが警戒を怠らず、車両を保護することができます。また、不審な行動を目撃した場合は報告するよう他の人に勧めることもできます。力を合わせれば、すべての人にとってより安全な駐車環境を作り出すことができます。アンナ、この重要なトピックについて私と話し合ってくれてありがとう。ありがとう、ジョン。私たちの安全とセキュリティを優先することが不可欠です。駐車場のセキュリティに関しては、引き続き注意深く、積極的に取り組んでいきましょう。レッスン14、食欲をそそるベジタリアンラザニア。面白そうなベジタリアンラザニアのレシピに出くわしました。教えていただけますか？絶対に。ぜひそうしたいです。伝統的なラザニアに代わる美味しくてヘルシーな代替品です。
このベジタリアンバージョンの主な材料は何ですか？肉の代わりに、ズッキーニ、ピーマン、マッシュルームなどのソテーした野菜を重ねて使用します。それは風味豊かに聞こえます。ソースとチーズはどう？ハーブとスパイスで味付けした濃厚なトマトソースを使用します。チーズには、モッツァレラ、リコッタ、パルメザンを組み合わせて使用できます。ほうれん草やケールなどの野菜も加えることはできますか？間違いない。野菜を加えると、ラザニアの栄養がさらに高まります。ラザニアヌードルはいかがですか？普通のものと同じですか？はい、通常のラザニアヌードルを使用します。重ねる前に必ずアルデンテで調理してください。このラザニアを作るのに特別な道具や道具が必要ですか？異常なことは何もありません。ただのグラタン皿と基本的な台所用品。それは便利です。さて、レイヤーのプロセスについてお話しましょまず、グラタン皿の底にトマトソースを薄く重ねます。う。そして、ラザニアヌードルを重ねますか？その通りだ。続いて野菜のソテーを重ね、チーズを振りかけます。何層目指せばいいの？グラタン皿のサイズにもよりますが、通常は3から4層程度です。重ね着が終わったら、次のステップは？材料がなくなるまでこのプロセスを繰り返し、最後にソースとチーズを重ねます。どれくらいの時間、どのくらいの温度で焼くのですか？予熱した菓子375度、摂氏190度のオーブンで約30から40分間、またはチーズが金色になり泡立つまで焼きます。美味しそうですね。試してみるのが待ちきれません。ベジタリアンでない人でも大勢の人を喜ばせます。味は信じられないほどです。絶対にやってみます。このレシピを共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンベジタリアンラザニアの冒険を楽しんでください。そうするよ。アンナ料理のインスピレーションをいただき、感謝しています。どうなるか教えてください。ハッピークッキング。私は確かにそうします。もう一度ありがとう、アンナ。